本当にかっこいいものって何かって考えた時、いくら姿形がかっこよかったとしても、その人間の内面性がかっこよくなかったら、どんなかっこいい服着たってかっこよくないだろうって俺思ってたから、物事は絶対本質がある。その表層だけじゃなくて本質があって、で本質的にかっこいいものは絶対表層もかっこよくなってしまうだろうって考えだったから、ライブを決めた時は意味が一番大切だと思って。なんかやっぱプロスケーターだったなやっぱりすげえなってなんかやっぱ思ったな。なんかここに座ってたんだよ。ここにね、確かねタバコ吸ってたんだって。でこうやって座ってたの。もともと地元は高円寺なんだけど、自分の住んでるところにはあんまスケーターが集まる場所がなかったから、面白そうなところがあれば一人で行ってそこの地元の人たちと一緒にスケボーしてっていうのが当時のスタイルだったのね。中野にスケートショップができたらしい。中野のローカルのスケーターに教えてもらって、それで連れてってもらったの。そしたらファットブロスがあって、でそこで萩原さん紹介してもらって、で萩原さんと知り合った。時は1994年、東京 Z ボーイズのメンバーとして日本各地のスケートボードコンテストを舞台に活動していた当時18歳の森田貴弘。一方、東京中野に小さなスケートショップを創業した当時25歳の萩原明則。この2人の出会いがクロージングブランドライブの始まりだった。90年代、日本国内のスケートシーンのライダーに対する評価の基準はコンテストの成績が主であった。それに対して本場アメリカではスケート雑誌やスケートビデオといったメディアでのライダーの露出が評価の対象となっていた。それまでコンテストの場で精力的に活動していた森田も徐々に日本とアメリカのシーンの違いについて疑問を抱くようになる。コンテストの現場以外でライダーたちが活動できる場を作ることはできないかと考え始めた。そして1995年、ついに森田は自身のスケートビデオプロダクション FESN を設立。同年9月には初のビデオ作品ファーイーストスケートネットワークを発表。翌年の96年2月には2作目となるサブウェイを発表。次第に森田は FESN としての活動を中野から全国各地へと広げていくことになる。中野はそれまでなんだかよく分かってなかったっていうか、森ちゃん来る前はやっぱ外に出なかったの。全然みんな中野はサンプラでしか滑らない。それでファットに森ちゃん入って、森ちゃんもサンプラで毎日滑るようになってきたら、やっぱり彼独自のスタイルっていうかビデオも撮ってるし、その当時ファットは9時まで営業だったんで、なんで9時までかっていうと、サンプラ大体9時ぐらい以降じゃないと滑れなかったから、じゃあ9時にしようっていう、もうほんと単純な理由。9時から11時はなんか暗黙の了解で、警備員とかもスケボーしててもあんま怒らんなかったのよ。それなぜか分かんないけど、で当時すげえちょうどいいベンチがあって、それ目当てでサンプラザに出たとか。店終わったら
サンプラーで軽く滑ってでビール飲んで帰るっていうのが日課だったから、でその前にここでみんなでそこ椅子とか座って角にちょうどテレビがあって、あの当時はやっぱ結構本当にビデオに影響されてたから VHS ビデオが一番主流なんで、アメリカこそ全てだったの。アメリカのスケートボードが自分たちのその情報の中心だったから、一番やっぱりその情報としてみんながこう待ちに待ってたみたいなのはやっぱビデオじゃない。とにかく新しいスケボービデオが出るともうファットに集まって見れて、萩原さんもそういうことをめちゃくちゃサポートしてくれた。俺たちにスケートビデオは全部仕入れてくれたし、で情報を常に俺らに教えてくれてた。それは FSN がやっぱビデオのカンパニーでもあるから、それは俺もやっぱ情報をできる限りこう伝えてあげたいなとも思ってたし、自分も知りたいと思ったし、スケボーのビデオの見方って技だけじゃなかったから、なんかファッションとか、あとやっぱ音楽とか全体でもっと見てたっていうか、情報が少なかったからこそみんなもそれに集中するから、会話とかも久しぶりの友達とかスケーターの友達とかと会ったりすると、あのビデオ見たとか、もう会話の中心がそのビデオの話になったり、スケボーのビデオの情報が自分たちの流行の全てだったような気がする。90年代中頃、本場アメリカのスケートボードの世界では東海岸のヒップホップカルチャーが次第に影響を与えるようになっていった。当時の中心的スケートメディア411やスラッシャー、トランスワールド等のビデオや雑誌でも徐々に東海岸のスケートシーンを取り上げ始め、その影響は当時の多くのスケーターたちに直撃することとなった。スケボーって言ったらやっぱカリフォルニアっていうか西海岸のね、その映像が中心だったと思うんだよね。アメリカイコール青い空で道路広くて駐車場とかすげえでっかくて、だからファッションもみんな T シャツに短パンとか、とにかくあったかい地方のそういうイメージだった。でもゆっくり東海岸の映像とかも入ってくるようになって、日本にその東海岸の感じっていうのはやっぱ自分たちのその東京の感じになんかちょっと似てるっていうか、東京冬めちゃくちゃ寒いし、地下鉄とかさ、道が狭くてゴミゴミしてるっていうか、で空もどんより曇ってるとか、どう考えてもあの青い空は映んないみたいな。でちょうどその頃やっぱウータンクランとかギャングスターとか東海岸のヒップホップがすごいこう流行ったんだよ。これがすっげえリンクして東海岸のサウンドに東海岸のスケーターが東海岸で滑ってるっていう映像に俺たちは感動しちゃったっていうか、ファッションとかもなんか東海岸と西海岸やっぱちょっと違うのね。みんなフードかぶってニットキャップかぶってカゴパンツ履いて、完全に俺たちはそれの真似してた。ほんとカゴパンツ履いてニットキャップでムクグレーの T シャツみたいな、なんかそういう流れにどんどん変わってって、みんながみんな同じ感じの軍団になっていったから、中野の子たちはなんか急に統一感が出てすごくかっこいいなってちょっと思ったね。専門学校いる時期にそのビデオ FESN をやる前に、実はその洋服のブランドをやろうってなってやってみたのよ。で学校がシルクスクリーンの授業があるからシルクスクリーン室に行ってで勝手にやっちゃったのよ。でそれで T シャツ作って売ったりとかしたんだけど、当時本当何も知らないから、売れれば売れるほどどんどんマイナスがかさんでいくみたいな事態が起こって、これダメだと思ってやめちゃったの。それで始めたのがビデオだったから、洋服はどっかでやりたいなって思ってて、当時帽子とかがすごい好きで、洋服だとシーズンで今トレーナー着たいと思ってももう数ヶ月後にはトレーナー着れなくなって T シャツになってとかそういうことが起こるけど、帽子とかだったらそんなに気にしないで済むかなと思って、でもすげえ安易な気持ちで萩原さんに相談したんだ。キャップとかニットキャップとかのなんかそういうのをカンパニーやってみたいなっていう森ちゃんが言い始めてて、なんかすごいねみたいな、そんなこと考えてんだって。萩原さん優しいから、なんか萩原さんならやってくれそうみたいな萩原さんなら俺の言うこと聞いてくれそうとか思ってたんじゃない、なんか甘えてたんじゃないか。多分萩原さんが好きでいてくれたんだよ、俺のスケボーを。なんか彼がやっぱスケボーかっこよかったし、一緒に滑ってても魅力的な人だから、それを俺がなんかウェアのカンパニーとかそういうのをやってみないっていう、多分なんか話したんだと思う。何日かしてから萩原さんが洋服のブランドやらないみたいな感じで言ってきたの俺に。みたいな。
ちょっとびっくりしたけど、でもなんか萩原さんその時仕入れしたりとか工場とかとの打ち合わせとか発注とか裏方の仕事は全部俺がやるよって萩原さんが言ってくれて、で森ちゃんはデザインとそのブランドのコンセプトとかブランドのイメージとかを作るっていうのに専念してくれればいいって言われて、なんか業者探すのとかそういうのとかってなんか結構好きなことでもあったんで、やりますみたいなうん、やりたいって自分が作ったもん着たいみたいな、一番はそれだね。じゃあやろうってなった時にでどんな名前にするとかいう話をしてちょっと考えるっていう感じで持ち帰って、ブランドの名前決めることに関してもさ、インスピレーションは何かっていうと、当時やっぱり音楽だったのね。音楽だといろんな言葉があって、でその中ですごい自分が気になってたのがライブって言葉だったの。その音楽のライブ、バンドのライブとか DJ のライブとかさ、ライブってかっこいいなとか思ってたの。まあなんか当時結構スケートのブランドとかもなんか単語1個だけみたいなブランドの名前って結構たくさんあったから、それと同じになるのもすごく嫌で、なんかやっぱ意味をすごく込めたいっていうか、でもライブいいな、スケートも映像よりも本物がかっこいいっていうスケーターでありたいと思ってたし、音楽やってる人もそのレコードよりライブの方がかっこいいっていうアーティストに憧れてたから、すぐには決められなかったっていうか、なんかどうしようって考えながらも、なんかたまたま家にあったバイブっていう雑誌があって、あ、バイブっていいなみたいな、その振動っていうかさ、そのバイブスっていうかバイブレーションで音楽でも何でも振動じゃない、そのとにかくライブとバイブ、まあどっちにしろヒップホップのインスピレーションだったんだよね。ちょうどその時に黒澤明の映画で「生きる」っていう映画があるんだけど、たまたま友達ん家で「生きる」を見たんだけど、その映画にものすごい感動したのね。生きるもライブだよなと思って、音楽のその現場の生とかライブっていうライブと同じスペルなんだけど、リブって生きるっていう意味も持ってて、でそれプラスバイブっていう言葉があって、その3つの単語を全部くっつけようって、俺がやりたいことは何かを伝えることだってそういう風に感じてたから、その時にリブライブ、それを振動で伝えるんだって、じゃあ文字はどういう文字になるんだと思ったら LI、 後ろのバイブレーションの BE、V じゃなくて BE、 それをくっつけたことによって LIBE になってライブ、リブとバイブをプラス足して造語にして作っていう風に言ってきた時はちょっと結構感動したのでなかなかすげえなと思って、結構その頃なんかスケボーチームとかいろいろあったけど、意外と結構単純な名前だったのに対してそういう造語みたいのを持ってくるなんて結構斬新っていうか、すげえなって思ったんですねでもなんか実際 LIBE って文字にすると L と I がなんかすげえバランス悪いみたいな、なんか思いっきりスペース空くじゃんみたいな、それこそかっこいいブランドの名前とかさ、当時はさシュプリームとかさリアルとかさエクストララージとか、俺がかっこいいなと思ってたブランドのロゴマークとか見ると、やっぱなんかみんな一個文字がバランスいいのよ。スペルとしてなんか全部かっこいいなみたいな、密度もある程度あって、だけどライブはいきなり L とか言ってもう超ビシッみたいなで、次がこうまた密度ある程度あるんだったらまだしも LI とかってなんかスッカスカみたいな、一本みたいな、なんかバランス悪いみたいな、ライブって言葉の意味はすげえかっけえけど、なんかヒョロヒョロやなみたいな、 LIB とかなんか文字ヒョロヒョロみたいな、なんかダメかなみたいな、なんかまだ信じれない時間があって、まだ名前が決まってなかったから、いろんなもの読んだりいろんなもの見たりとかいろいろこうインスピレーションを探してたんだけど、たまたまそのグラフィックの本を読んでる時にバンって見開きでバンって開いたらライブレーション、多分リベレーションって読むんだけどライブレーションって書いてあったので、それバンって開いた瞬間にああみたいな、あんのこの文字っていうか、その LIBE っていうのって英語にないと思ってたから、それですぐ辞書で調べてみたら意味が解放って書いてあったの。めっちゃかっこいいじゃんと思って、めっちゃかっこいい、リベレーション解放するって書いてあって、めちゃくちゃかっこいいじゃんこれと思って、でその辞書パッて見てて下の方パッて見たらリバティって書いてあったの。意味見たら自由って書いてあったの。
来たーみたいな来たよーみたいな感じなの。来たー解放するにリバティで自由 LIB とんでもない魔力を持った言葉じゃないかっていう風になって、もうテンションぶち上がり、これでいきましょうっていうか、もうなんだろうね、一気にその L と I のこのスペースのヒョロヒョロ感が意味で埋まったっていうの。ユーロスタイルっていうフォントがあるんだけど、そのユーロスタイルとかで LIB とか作っても最悪なのよ。もう本当に最悪。もうここ超でっかいスペース広みたいな、 I 細みたいな、 LIBE のその形としての情けなさっていうか、でもそのスペースが意味で埋まった感じ。 LI に対してすごい愛着を持ってたっていうか、心強く感じた。やろうって、これでいきましょう。